皆さんこんにちは。今回も音の違いに関して繰り返しいただくご質問ご意見にお答えします。ぜひ最後までご覧になってください。CD の音は物足りません。回転ムラ、歪み、ノイズ。レコードには理屈を超えた魅力的な音があります。というご意見です。回転ムラや歪みが音を良くすることはありません。CD とレコードの音の違いは、記録されている音の違いです。レコードに入る音は限られています。低音と高音をカットして、ダイナミックレンジを圧縮して、記録できる形に整えたのがレコードの音です。つまり元から違うわけです。このような加工をすると、中域の厚みが増して、充実した感じになります。これを CD と聴き比べると、CD は物足りなくて、レコードが魅力的に感じることもあるでしょう。レコードには特別な音がある。理屈を超えた何かがあるわけではないことに注意してください。音は振幅特性だけで決まりません。位相も関係します。インパルス応答のような時間軸で見た応答波形も重要なんですよ。というご意見です。音は振幅の周波数特性だけで決まります。位相や時間軸で見た波形を見る必要はありません。現代ではソフトを使ってこれを簡単に検証できます。こちらは単のいスターリングの周波数特性です。いつもご覧いただいている周波数特性は上半分の振幅特性です。A の位相は実際に近い形です。B は位相歪みのない理想的な形です。2つの違いは位相の違いで振幅特性は全く同じです。これを時間軸応答で表したものがこちらです。これはインパルス応答とイコールです。見ての通り波形が違いますが、人間の耳にはどう聞こえるでしょうか。もう一度確認します。この時間軸応答を周波数軸で見ると、こちらの周波数特性になります。周波数特性を時間軸応答に変換すると、こちらのような形です。時間軸で見た応答波形が違っても、同じ音になるという話は本当でしょうか。今からこの2つの違いを実際に聞いてみましょう。今回はこちらのソフトに今の応答波形を組み込んで音楽データを変換しました。時間軸応答が変わると音が変わるのか、位相は音に関係するのか、それではお聞きください。
だ君のことまだ知らないのになぜか懐かしくて Friend 木漏れ日も一緒に Friend クスクス笑ってるよいかがでしたでしょう。何番が A で何番が B だったか、聞き分けできた方はコメント欄でお聞かせください。耳で感じる音の違いはいつもご覧いただいている振幅の周波数特性だけで判断できます。周波数特性が同じなら、位相も時間軸で見た応答波形も音に関係しません。位相を揃えて時間軸波形を整えたところで、何か特別な音が聞けるわけではないことに注意してください。アンプの音の違いは抵抗負荷ではわかりません。スピーカーのインピダンスは変動するし、逆起電力もあります。というご意見です。アンプの音の違いは抵抗負荷で評価します。例えば、スピーカーのインピダンスが4オームから16オームまで変動するなら、4オームの抵抗と16オームの抵抗を使って周波数特性を測ります。このような結果はカタログに書かれています。それが定格出力です。定格出力は周波数特性がフラットになる上限です。定格出力の中で使う限り、アンプに音色はないし、過渡応答も完璧です。非線形歪みや逆起電力や過渡応答で音が変わるという話は、定格出力を超えて使った場合の話です。この場合はボリュームを下げるか、定格出力の大きなアンプに買い替えれば解決します。インピダンスの変動や逆起電力の影響は、アンプの性能の違いです。音の違いには関係しないことに注意してください。スピーカーケーブルは裸電線をそのままつなぐ方法がベストです。端末処理などもってのほかです。というご意見です。裸電線の直付けは最も音を悪くする方法です。時間が経つと締めたはずのナットが緩んだり、錆びてしまいます。このような締め付けを繰り返すと、このようにヨレヨレになっていきます。スピーカー端子に求められる性能は、接触の安定です。端子の素材やメッキの種類や構造は音に関係しません。電線の締め付けを安定させるために、必ず必要な構造は、回転と圧縮の分離です。端子にワッシャーが使われるのは回転力を逃がして圧縮力だけを効かせるためもあります。電線の端末処理に関しては過去の動画にまとめてありますので、詳しく知りたい方は動画の概要欄からご覧になってください。フィーオのヘッドホンアンプは明らかに音が違いますが、あなたのチャンネルの比較はいつも違いがわかりません。なぜでしょうというご意見です。
ヘッドホンアンプを聞き比べると明らかに音が違って聞こえます。それは音量を耳でだいたい同じくらいに合わせたからです。これと同じ例はたくさんあります。アンプを変えたら音が変わりました。CD プレイヤーを変えたら音が変わりました。DAC を変えたら音が変わりました。このチャンネルの視聴コーナーで違いがわからないのは音量を正確に合わせているからです。音量の違いは音の違いに関係する最も大きな要因の一つであることを知っておいてください。ご視聴ありがとうございました。